始まったんでしょうか。はい。じゃあ、こんにちは。今日は聞きに来ていただきましてありがとうございます。えーっと、京都大学のオンライン公開講義ということで、立ち止まって考えるのシーズン2の、2回目ですかね、を始めたいと思います。聞こえないですか？音声二重になってるかもしれない。ちょっと続けてみます。いいですか？はい。それでは、えっと、どこかな、日曜日になってるって書いてありますけど、一応、スライドは土曜日になってるんですけれど、はい。これから始めます。で、今日のテーマは、私が、技術史で特に文化的な側面から、社会の側から考える、技術史をやっていますので、その観点からポストコロナ社会というのを考えてみたいと思います。で、今日の題名なんですけれど、スライド始めていいですか？はい。じゃあスライド始めますね。今日の題名が、技術文化史から考えるポストコロナ社会ということで、2回分の題名をいただいたんですけど、その前に出したやつが、情報社会論から考えるポストコロナの都市ということで、なんかから考えるが2つつながってしまって、ちょっと恥ずかしいというか悲しいなと思いつつ、今日はこの下のところですね、イートピアという本を取り上げて、ポストコロナの時代というものを考えていきたいと思います。このイートピアという本なんですけれども、MIT の建築学の教授の、ウィリアム・J. ミッチェルという方の、書いた本で1999年に出されたものです。それでこのミッチェルさんは、日本の建築学会文化賞を取ってられて、その時のサイテーション、どういう理由で取ったかっていうのは、情報化時代の建築デザイン論の展開と実践及び教育に関する国際的啓蒙に関する業績ということで賞を取っておられる方です。ということは、日本でも、有名な方だということになるんですが、建築の方面では知られた方だと。で、実は今回この話をしようと思って翻訳があるのを実は初めて知って、そこで建築の方たちに評価されているという話を読みました。で、このイートピアという本は、これに先立つシティ・オブ・ビットという本に対する批判や疑問などが、いろいろ出されて、それに、対応する形で書かれた情報都市論の改訂版というものです。じゃあ、これを取り上げようと、しているわけですが、情報社会論の立場から見ていこうということで、お話しするわけなんですけど、じゃあその情報社会論ってどういうものなのかっていうことを最初にちょっとお話ししようと思います。で、この情報社会論なんですが、これの領域の見取り図としては、この本をおすすめします。で、情報社会論の展開という本で取り上げられている内容からすると、欧米で別に1960年代ぐらいから後なんですけれども、日本と欧米で別々に育った情報社会論の領域っていうものがありまして、それを整理してくれている本です。非常にわかりやすい見取り図になってます。で、これが2000年前後から様々あるスタイルの情報社会論そのものを論じる、メタ的に論じるという言い方で、メタ情報社会論という、要するに情報社会論の領域全体を批判的に捉えて、問題の所在を分類して考えていくというようなそういうスタイルの、学問領域として成り立っていく感じですね。2000年頃からそういった2000年前後からそういったものも出てきているというふうに紹介されています。で、そういった包括的な議論というのが始まってからは、日本で育っていた情報社会論もその欧米の論者も取り入れながら論じるというようなことが見られるというふうに紹介されています。それでこの中に、楽観論っていう
種類の、話が出てくるんですね。で、これは28ページから29ページのあたりに書かれていることなんですけど、この楽観論っていう分類になっているものは、MIT の教授陣の描く情報化の未来を楽観的に扱った本というところです。で、それで紹介されている本の一つ目が、ネグロポンテというMIT のメディアラボっていう建築学と情報学が融合して未来的ないろいろな技術を開発してデモしていくそういった部署というかな組織があるんですけれども、そこの所長などをしたことで有名な人ですよね。で、もともと建築学の方ですけど、この人のビーイングデジタルっていう本がその筆頭に上がっています。でここに書かれているような、地理的限界、時間的拘束がなくなるっていうようなこと、あと機械がネットワークにつながり快適環境を提供する、そして、表現のコストが下がって創造的な趣味が広がると。こうやって今日も YouTube ライブなんかしているわけですけれども、こういう表現のコストが下がっていくっていうようなことを取り上げていますね。で、有名なのがアトムからビットへっていうスローガンというかフレーズですね。アトムっていうのは原子なので物質を代表していて、つまり物質の時代から情報の時代へというのをアトムからビットへっていう表現をしたことでも有名な本ですが、これが楽観論の筆頭ということになります。で、次に挙げられているのがニール・ガーシェンフェルドの考える者たちっていう、これは今でいう IoT ですね。インターネット・オブ・シングスっていうものがネットにつながって便利家電に囲まれた生活が始まるというようなそういったイメージの社会観ですね。で、その3番目に上がっているのがこの先ほどのウィリアム・J. ミッチェルの前作ですね。今回取り上げるイートピアの前作であるシティ・オブ・ビットが上がっていまして、これについての表はこうなっています。この本の主題は情報化によって都市がどのように変化するかであるが、どこでも好きな場所で好きな情報が得られ、サイバースペース内でバーチャルに様々な用が足りるとする未来像は、基本的に極めて楽観的に見えるっていうふうに評されています。で、こういうふうに、一昔前の情報文明論との違いは、こうした無双に技術的な裏付けが加わってきたことだろうというふうに説明されています。で、技術寄りの社会論を世に出すと、必ずこういう楽観的に過ぎるっていうような批判っていうのがあります。で、それを技術決定論的ってよく言うんですけれども、この素晴らしい技術ができたことによって社会はこう変わるっていうような、単純な見方がされやすいという批判を受けるわけです。でただですね、私は確かにそういう面はあるけど、技術に近い人たちが、私たちのようにみんな立ち止まって考えてしまうと、技術は先へ進まないんですよね。これ作って大丈夫かなとか、これ作ったら困る人がいるんじゃないかなっていうことを、じっくり考えていると、進まないわけで、これを作ったらこういう人が助かる。だから作ろうみたいな感じで、前向きに行くのが、技術を作っている人たちの差がといいますか、性質なので、必ずしも否定的には捉えなくていいとは思うんですが、ただ社会のその未来ということを考えるときに、楽観的に過ぎるんじゃないかっていう、批判はしばしば起こります。で、情報社会論の資料集というものがあるので、こちらでどういう位置づけ、情報社会論というものがどういう位置づけで、こういった楽観的な情報社会論と呼ばれているものがどんな位置づけになっているかということをちょっと説明します。で、これは、フランク・ウェブスターらが編んだもので、主に社会学的な観点からの情報社会論の、資料集なんですね。でこれは大学生を主なターゲットにした資料集ということになります。
から大学でインフォメーションソサエティスタディーズっていうような、つまり情報社会論を教えるときに重要な文献を一冊の本にまとめて読めるようにしているようなそういう本です。で先ほどの分類で言うとメタ情報論という要するにいろんな種類の情報論を集めて論点を整理して考えていくっていうそういう立場の一つにあたります。でこの中ではこういった情報社会論の立場からはダニエル・ベルという社会学者が提示した全工業社会から、これは農業社会とも言い換えられることが多いんですけど、それから工業社会になって脱工業社会が来るっていうようなそういった文明の進展論というか、そういうもの、そういう変化は確かに起こっているように見えるけれども、その意味するところは必ずしも明らかではないと考える立場をとっています。でどう明らかではないかというと、情報社会というものができて情報の価値が上がって革命的な大変化が起こったとするような議論を修正して工業社会から今のその脱工業社会といっても工業社会が持っていたいろいろな仕組みとかはあまり変わっていないということを指摘してむしろ連続しているものとして捉える必要があるというようなことを指摘している。大きく言うとそういう立場ので編まれた本ということになります。もちろん資料集なので、先ほどのどちらかというと楽観的な未来像を書くスタイルのものももちろん収録されているんですけれども、フランク・ウェブスター自身がこの工業社会からの、連続性を見ていく必要があるということを主張する立場の方ですので、どちらかというとそういったより深く考えていく、本当に革命なのっていう疑問を持つ人たちが読んで納得できるような議論を丁寧に拾っているものです。だから、この本の中ではその新しく出てきている論点を整理する中でデジタルデバイドと呼ばれる情報化が進んだら情報の技術にアクセスできない人とアクセスできる人の差がむしろ開いていってしまうということをどう考えるかっていうような観点とか、監視社会と言われる今でも、例えばビルマで今民主化の動きが起こってますけれど、ああいった時に軍がSNS を遮断しようとするとか要するにネットワークそのものを管理してしまえばいろいろな動きが抑えられる、あるいはそこで起こっていることをサーベイランス調べてしまうことができるっていったようなむしろ一元的に監視しやすい、側面っていうのを情報技術が持っているっていうような観点からいろいろな、問題点を考えていくっていうような立場とか、あと、民主主義はこの技術が広がる中でどうなっていくんだろうっていうようなことを、いろんな観点から丁寧に論じるといったような観点から書かれているさまざまな論が含まれています。でここに、一方で世の中には刺激的な題名で未来の社会を描く本や記事もたくさん出ているとして、ちょっとあまり学術的とは、見なせない議論の横行を指摘しているところがあります。でその一つに先ほどのビーイングデジタルが挙げられていて、でビーイングデジタルそのものは資料集の中には入っていないというそういう扱いになっています。でただ確かにそうなんですけど、この、刺激的な名前で情報社会が来るとか情報革命が来たとか、そういった本がたくさんあるのでこの領域が流行るという矛盾も実は書かれていますよね。で実際ここで言うような刺激的な題名で情報社会だ情報革命だ IT 革命だっていったような本が、たくさん出てるといったことが、実際どうだったんだろうっていうのをちょっと確認してみましょう。で情報革命とか情報社会っていうような言葉が英語圏でどれだけ使われてきたかというのをちょっと見てみます。で、インフォメーションソサエティとかインフォメーションレボリューションという語が Google Books の英語のデータにどのくらい現れたかというものを示す、ツールがあるんですね。Google エヌグラムというものなんですけども、自然言語処理の技術を使って、大量の
Google Books に入れられている本の中に現れたこの語を拾うと、このような図ができるというものです。で、これをちょっと大きくしてみましょう。で、実はこのような図を作ると、今ケースインセンシティブといって、インフォメーションの I とかソサエティの S が大文字でも小文字でも拾えるようにして合わせたもので、ある程度こう滑らかに分かりやすく図示したものがこれです。で、この表を作ると1930年代に実は情報の革命とか情報社会といった言葉が使われている例がちらっとあるのですけれど、それ自体調べるとちょっと面白いことなんですけど、大きく対極的に見るとやっぱり1960年代以降に徐々に現れているということがわかります。で、先ほどの情報社会論の、まとめをしているような本では、起点がこの辺りですね、60年代ぐらいで、知識産業の存在が意識されるようになるという、ことでいろいろな議論が出てきたことが、塩源になると。情報社会について論じる塩源になると。で、ただ情報社会という言葉はこの頃は実はあまり使われてなくて、60年代の後半から情報社会という言葉が使われるんですけど、80年代前後から、社会の構造に革命的変化が起きているっていう、文明が大きく変わっていっているという議論というのが盛んになっていきます。情報社会論っていうのは大きく言うとこういう非常に暴力的に大きく言うとこういう流れになります。で、先ほども言ったようにそれで刺激的な楽観的情報社会論とかもたくさん出てるっていうふうにさっきフランク・ウェブスターの本で触れられていたような状況が確かに見て取れるわけなんですけど、実際実は背景になる皆さんの議論が起こる背景になる技術、きっかけになる技術というのがそれぞれありまして、60年代、日本では60年代なんですけど、欧米ではもうちょっと早くからですが、テレビ放送の普及っていうのが知識産業っていうのの概念には影響を与えています。で、マッハルプという知識産業という本を最初に書いた人も知識産業の例で結構幅広く拾ってるんですけども、その中に放送産業がメディア産業ですねが含まれています。で、日本の情報社会論で有名な梅沢忠夫さんの議論もテレビ産業というものが出てきて、虚業だと、それは虚実の虚の虚ですね。虚業でこれまでの実業と違う虚業というものが出てきたっていうのがはっきり認識されるっていうような話をされていますね。なので、テレビ。で、次の、情報社会っていう、インフォメーションソサエティっていう語がここで見ても、60、年代後半ぐらいからぐーっと70年代の半ばぐらいにずっと使われるようになっていくんですけど、これは会社などでのコンピューターの導入が普及していくことというのと、割と気を一にしています。で、その後、85年ぐらいに盛り上がりが一つ見えるんですけど、これは80年代に入ってすぐパソコンが普及し始めまして、それが背景になってその時はパソコン革命みたいな言葉もあったりして、要するに何が革命なのか、実はその新しい技術ができるたんびに別な革命の話が盛り上がるというそういう世の中的にはそういうふうに今まで情報社会というのは論じられてきてます。で、93年がインターネットの商用解禁ですので、このぐらいで非常に盛り上がっているのがわかります。で、行政によるインターネットの利用の促進、これは日本でいうと e ジャパン構想などがこれにあたるんですけど、これで割と大きなピークがありまして、で、この後実は落ち着いてるっていうことも分かっていただけるかなと思います。で、この日本では日経新聞などの新聞のデータを今回のこの話をするので一応確認してみたところ、97年以降ぐらいは IT 革命という言葉がこれにとって変わって、行政用語が IT 革命になってもインターネット高度情報通信社会、
高度情報ネットワーク社会というのができるということで、それが IT 革命というのに、言葉になっていったので、日本ではここから後ろは、IT 革命ということで、もうなんていうかな、情報革命がよりコンピューターインターネットの革命っていうふうに狭まっていった時期なんですけれども、でこういうこういう流れの中でなぜ、今イートピアを取り上げようとするのかということを説明していきます。で、この楽観論として批判も受けた前作シティ・オブ・ビットですねに対する、書評とかコメントとかいろんな反応があったということなんですけど、あと学生や同僚からの意見などを得て、いろいろと気づきを得たんだと。で、またその97年に MIT で行ったコロキュアム、ハイテクノロジーと低所得者コミュニティという観点の、アクティビストの方たち、その、低所得者の方たちに情報技術をこんな風に使ってもらったらこんな風に生活が改善できるとかいう活動をしてらっしゃるような方たちが集まったりして行っていた盛んに議論をしたっていう、セミナーがあったわけですが、この開催側の一人として参加してさまざまな論点を得たということなんですね。でそれでナイーブな技術決定論、要するに楽観的すぎるやんって、技術ができたら何でもよくなるのかいっていうふうに言われてしまうっていうことをよく分かってきて、それからは距離を置きたいと。で極端な技術来賛でも極端な技術否定でもない立場でだけど前向きに考えたいっていうのがこの人の立場なんですね。で、今注目したいと思うのは、9章なんです。で第1章から第8章は当時の、読みやすい本でそんなに厚くないんですね。でその本で当時からすれば新しい技術を紹介している面がありますし実際書きぶりが非常に軽妙で読みやすい本ですので情報も満載で面白く読めるとは思うんですが、別に現在から読んでそれほど特徴のあるものではないんです。で特徴のある議論は、第9章になります。で21世紀の都市では実際に会うのか遠隔コミュニケーションを取るかどう決めるんだろうということを、エコノミー・オブ・プレゼンスという考え方を導入して、考えていこうとしています。これが非常にこのいろいろな批判を受けて、一般化して自分が言いたいことをより説得的に論じるためにはっていうので考えた結果、抽象度がうまく上がりまして、いろいろに使える議論というのが出てきたわけです。で、これを紹介しますと原著に、掲載されている図はこれです。で、この、ローカルっていうのがその場に来ないとダメなコミュニケーションですね。で、リモート、これは遠隔のコミュニケーション。それからシンクロナスというのが同期で、アシンクロナスが非同期です。ローカル同期のコミュニケーションっていうのは今ここに来てコミュニケートしないといけないわけですから、大変コストのかかるコミュニケーションだと。でローカル非同期になりますと、この場所に来てくれさえすればいつでもいいよっていうことになりますので、時間の制約がなくなります。でリモート同期は今この、YouTube ライブを見てくださっている方たちがまさにリモート同期で、どこからでもこれを、聞いている、見ているということになります。場所の制約がなくなっています。今ならどこからでもいいよっていうのがリモート同期です。リモート非同期ですと、この YouTube ライブで言えば後から見るよっていう方ですね。それが時間と場所の制約がなくなりますので、非常にローコストになるという、ことになります。この図を使って、いろいろなことが説明できるというわけですね。では、この本で書かれている歴史的説明を見ていきます。伝統的なその、都市空間の中の公共の広場というもの、古代ギリシャの、ポリス都市国家のアゴラとか、
現代中国の天安門広場とか、そういうものをイメージしてるんですが、これはそこに集まってきてみんなが何か議論したりするということですので、ローカル同期なんですね。で、ところが文字が発達して、必ずしも公共空間にある瞬間にいなくても、そこで起こったことの記録にアクセスできるようになったということで、これが非同期コミュニケーションの始まりだというふうに、考えればいいということですね。で、この非同期コミュニケーションの発達はゆっくりだったんだけど、それはどうかっていうと、最初動かない壁とか石に記録が作られた。それから動かせる紙になった。それから印刷技術ができて本が流通するようになったというような形で、ゆっくりだけど確実に発達していったと。で、リモートのコミュニケーションの始まりはもちろん手紙なんですけれども、国家がその都市国家のように、全員が全員顔を合わせて議論するというようなサイズ以上に大きくなるためには、こういった意見や情報を素早く流通させて、顔を合わせなくて、必ずしも顔を合わせなくても国民全部が集まるってことが不可能なサイズになってからでも意見交換ができるような技術っていうのが発展したからだっていう、こういう説明になります。つまりこの概念を使うと、歴史的に起こってきたメディアの変化ということと、社会の変化ということを技術の観点から説明できるということになるわけですね。で、この続きとしては、まずメディアは先ほどの石から紙、本ということを話した部分ともこうしてるんですけど、壊れにくいメディアによって時間が経っても読めるようになった。で、小さなメディアでたくさん取っとけるようになった。で、軽いメディアで通信が送ることが容易になったと。昔の本ってものすごい大きくて重いですからね。で、電信電話が登場またラジオ、テレビが登場して、その電子的な通信方法っていうのが出てくると、さらにこの、コミュニケーションの、電子的コミュニケーションがリモートの、通信の幅を広げていくわけですね。で、世界的なつながりというような、会わなきゃダメだっていう以上のつながりがどんどんできていったということを、指摘しています。で、インターネットっていうのは、この電子的通信を高速大容量にしたということであって、これ自体が格別革命的だったわけではないんですけれども、これが徐々にコンピューターが発達したことで、巨大な情報の流通の、ベースとなることができたという、いうふうに位置づけています。で、今のインターネットというのは、パケット通信という通信方法をとっていて、これは非同期通信なんですね。これを長く話すとちょっと時間がなくなるのであれなんで、ちょっと簡単に、そうなのかっていうぐらいで、進めてしまいますけれど、電話は、つまり、その時取ってもらって通信回路というのを確立するわけですけど、インターネットっていうのは常に流れてるとこから好きな時に取るっていうようなタイミングになりますので、非同期なんですね。そういったことを指摘しています。それで、これで、このインターネットの登場で結局、コミュニケーションの、手段が、エコノミー・オブ・プレゼンスの4象限が埋まったので、コミュニケーションの手段の選択がフルに可能になったというのが今の時代だというふうに言っているわけです。で、どんなコミュニケーションがあるかっていうことなんですけど、ここでチャットに、皆さん入れていただけますでしょうか。で、私、こちらで書き込んでいきます。じゃあ、まず、この、丸の入れてあるリモート非同期ですね。リモート非同期のところには何があると思いますか？チャットからお答えいただけますでしょうか。リモート非同期のコミュニケーション手段。どなたか書いてくださいますか？時間はかかる。はい。なんか入ってるの。YouTube。ニコニコ動画、メール。そうですね。ニコニコ動画等は、ニコニコはリモート非同期なんですけど、ニコニコはね、ちょっと難しくてね、疑似同期って言うんですね。これはちょっとこの議論すっごい面白いんで、また機会があったらしたいんですけど、メールそうですね。メールはそうですね。
それから、えーっと、電子掲示板の書き込みそうですね。それから、SNS 全般。SNS はね、LINE とかは同期的にも使ってるんですね。チャットなんでね、全般っていうとちょっと、そう、あとね、手紙入れてくれた人ありますね。これ入れて欲しかったですね。さっきもちょっと言いましたけど。はい。ブログはそうです。リモート非同期ですよね。それから、インスタもそうですね。ライブの部分を考えなければ、インスタグラムも入れましょうかね。はい。ブログ、そうそう、ブログそうですよ。ブログもそうなんです。ただね、実はツイッターもマイクロブログって昔言われてましてね、最初は要するにつぶやいてるだけだからブログの一種なんですよね。だけど今すごく同期的に使ってまして、実はこの非同期、リモート非同期ツールを同期的に使うようになったっていうのが、インターネットの最近の特徴なんですよね。常時接続するようになってから、非同期リモートツールを、例えば、2チャンネルの、掲示板でテレビを見ながら実況するとかね、みんながわーっと同時に書き込むとか、あれは非同期リモートツールの、同期的利用っていうことになるわけですよね。で、留守番電話も、そうですね、留守番電話はそれになりますね。で、さっきやった、書籍、そうね、書籍そうですよね。でもこれはマクルーハン的に言うとホットなメディアで、書籍の方に情報が詰まってて、こちらから何も言えないんですよね。そういうメディアですね。はい。そうそう、ローテクのリモート面白いんですよね。はい。じゃあ、今、リモート非同期結構出てきましたので、さっき17もあったような感じで、落としちゃったのもあるかもしれません。すいません。じゃあ次ここに行きましょうか。リモート同期です。リモート同期どうなんでしょうかね。リモート同期お願いします。今、皆さんのやってるこれね、立ち止まって考える入れときますね。これまさにリモート同期ですよね。今、皆さん来てくださってます。のろしね。うん、確かにそう。のろしそうですよね。のろしっていう通信手段は、今煙が上がったっていうので、行けみたいなことになるわけですから、まさにそうです。ズーム。そうですね。それから、電話、そうなんですね。電話、これ、この種類の、今ですね、とかみんな書いてくださってますね。テレビ、ラジオ、生放送で聞く場合、これですよね。そうです。今これがね、オンデマンドで聞けるようになりましたよね。はい。モールス信号、そうですね。はい。ちょっと全員拾えなかったらすいません。テレパシーとかも。アマチュア無線。そうね、アマチュア無線もリモート同期ですね。はい。じゃあ次こっち行ってみましょうか。ローカル非同期お願いします。そうなんですよ。リモート同期はコロナ禍ですごく発達しましたよね。じゃあ、ローカル非同期お願いします。そうそう、クラブハウスも、あれ同期ですかね。同期ですよね。リモート同期だからここクラブハウスも入りますね。はい。博物館、ローカル非同期、そうですね。いいの出してくださいました。伝言板、そうなんですね。これをですね、駅に伝言板があった話を学生にするとみんなめっちゃ驚きますね。昔は駅の伝言板っていうのがあって、何々が落ちてましたとか、何月何日にここで会いたいですとか、そういう伝言板っていうのが駅にあったんですよね。で、リアルにそこにこう書き込みしたりしてうん。はい、置き手紙、そうですね。はい。ホワイトボード。まあそうね、ホワイトボードに何か書いてあって、ここに見に来てくれっていう場合、そうですね。考古学的文献資料。まあそこに行かないと見れない石碑とかそういうやつのことですかね。はい。化石。
化石がそこに、地層の中にくっついたままだったら、それを見に行くのはそこに行かないといけないですね。ただ、コミュニケーション手段かどうかはちょっとわかんないですね。はい。記念碑。そうなんです。はいはい。こんな感じです。あと、まあ、置き手紙に伝言。そうですね。皆さんいろんな。じゃあ、店内告知もそうです。まさにそうです。じゃあ、ローカル同期お願いします。ローカル同期はどうでしょうか。ここ店内告知も書いとこうかな。はい。ローカル同期。壁画。コンサート、そうですね。ライブ、そうです。会話。通常の授業、そうなんです。はい、こんな感じですね。で、皆さんどうもありがとうございました。おかげさまで埋まりました。ではちょっと元に戻りますね。はい、そんな感じでまあ考えていくことができると。で、どのように選ぶかということなんです。こういうふうに今いろんな手段が、ローカル、リモート、同期非同期っていうふうに考えてみると、いろんなコミュニケーションの手段があるっていうことがまあ思い浮かんだわけですけども、これをどのように選ぶのかっていうことをイートピアの中ではこのように説明してるんですね。トピックの重要性、相手との関係性、会うための移動手段や距離、あと他の要件との比較っていったようなことで選ぶことになるだろうと。で、場合によってはもちろん手段の組み合わせもあるだろうと。で、場の力も大いに関係するだろう。例えば映画館とか居心地の良い、最近本屋の逆襲で居心地の良い本屋ができてると。そういうとこだったら行きたいでしょと。特別なレストランだったら取り寄せじゃなくて食べに行きたいでしょみたいなことを書いてありました。で、これが、まあ、このエコノミー・オブ・プレゼンスという考え方なわけですけれど、を導入することで頭の中がこういろいろ整理できてくるのがわかると思うんですけど、で、この章の結論はこう書いてあるんですね。著名な未来学者たちがしてきたように一般化しすぎるのは間違い。要するに新しい手段ができたらみんなリモートになっちゃうんだみたいなことはないよと。で、未来の都市や建築や都市はそれぞれの状況に応じてこのエコノミー・オブ・プレゼンス、つまり実際に会うこと、プレゼンスって2つありますよね。この場にいるってこととプレゼントタイムのプレゼンス。だから実際に会うこと、時間を合わせてコミュニケーションすることの経済性というものに従って、ある人、ある時、ある場所にとって最適な組み合わせとバランスを反映して多様なものになるはずなんだっていうふうに結論付けています。さあ、ここで、このコロナ禍での気づきです。例えば、今さっき通常の授業っていうふうなのを挙げてくださった方ありましたけど、私が置かれていた環境で考えてみるとこういうことになります。で、授業はこれまでプレゼンスのコストが最大のローカル同期が当たり前だったわけですね。で、それがコロナ禍になって条件が一変して、まあ仕方なくですけど、みんないい。仕方なくこれまでの常識を諦めざるを得なくなって、リモート同期。このようなオンラインライブ授業とか、リモート非同期のオンデマンド型授業というので実施した。できてしまったわけです。で、一方大学生、特に新入生はリモート授業では友達ができにくいぞということに気づいて、大学の場の力というものもはっきりと意識されたということになると思うんですね。じゃあ、ポストコロナの大学におけるエコノミープレゼンスの最適バランスは何になるんだろうということを、皆さんと一緒に考える、まあ、きっかけにできればなと思って今日のお話をしました。例えばこういうことなんですね。授業だったら、例えば4回生になったら、ゼミの授業が毎週1コマだけある。そのために大学のそばにから離れられないわけですね。今まではそうだった。で、それが例えば、その自分の卒論のテーマに合わせて実際に東南アジアの国に行ってボランティア活動をしながら、産業観察して考えたいみたいなことを例えば考えた学生が、いいよ、行ってていいよ、そっから授業に出ればいいよっていうふうにやろうと思えばできるんだなということですよね。で、つまり今まで最大にコストが高い、学生をみんな集めて、その場に来ないと授業できないっていう常識も実は、疑ってかかることができるということが私たちはを知ってしまったんじゃないかなと思うわけです。なので結局ポストコロナ
あなたの選択はどうなるんだろうっていうことを考えてもらえると、いろいろと考えることがあるんじゃないかなと思いました。例えばね、今まで自分の会社では、リモートオフィスとか、リモートで仕事していいなんて言われたことがなかった。で、長い距離を通ってた。けど、家からやったら意外とできて、このままやらせてほしいって思ってる人もあると思うんですよね。だから、困ったこともいっぱい見つかって、さっきの大学生が大学に来ないとダメだって気がつくこととかいうのも含めて、つまり今本当にローカル同期にしたいコミュニケーションは何で、リモートにさせてほしいのは何で、ローカル同期でいいのは何でっていうことが皆さんの中でいろいろある。これをみんなでこうすり合わせて最適なバランスっていうのを見つけていけるようになったらいいなっていうのが今の私の思いです。はい。それでは、質問タイムに、行きたいと思います。質問、コメントを今回は、もちろんこのままチャットで入れていただいてもその方が楽だと、いいのですが、いいのですけど、流れていっちゃうんで全部が拾えなかったりすると、いけないので、Google フォームを作ってみました。ですので、よろしければこちらから、お願いいたします。チャットからも流していただけますかね。はい。ちょっと一回スライド出しといた方がいいですか？もっと出した。はい。そうですね。授業はリモートにしたけど、友達はローカルがいいってかそうかもしれない。そう、フィールドワークしながら授業。そうですね。そうそう。何が何でもリモート会議になりがちなんだっていうね。そう。会わなきゃいけない時もありますよね。だから、会う時が、ここぞで会う。結構これはコストが高いんだと。授業はそれ、本当にその最大コストで、やり続けていいのかとか、ちょっと考えちゃいますよね。はい。そうなんですよ。4年生のね、就活したい人たちが今までゼミに出られないとか、就活しながら単位が取れないとか、すごい問題抱えてたと思うんですけど、今はね、就活もリモート面接になっちゃったから、どっちにしてもみんなリモートになっちゃったんだけど、昔で言えば、就活に東京に行きたいっていうね、関西の学生なんかだったら、っていう人たちが就活しながら授業の単位も取れるっていうのが、やればできるんじゃないのっていうのが分かってしまったということですよね。はい。えっと、ああ、どうだろう。これはちょっと今回の話とは違うので、また考えておきます。はい。じゃあ、これ、いいですかね。じゃあ、未来発信ユニットの方から、Google フォームへのリンク送られましたので、ちょっと、皆さんのチャットも、YouTube ライブに入ってくるチャットも見つつの、Google フォームの方も見ていくという感じでいきたいと思います。入ってないんですかね。入ってました。ありがとうございます。今ですね、立ち止まって考えるで、ちょっとね、アンケートも取ってみたんですね。ちょっとこちらもらってますかね。映像。はい。はい。今、4件いただいてます。ありがとうございます。増えていってますね。今配信を見ていたのは、ノート PC、デスクトップ PC の方の方が、今答えてくださっている方では多くって、今スマホからこの、お答えを入れてくださっているという、方が多いみたいです。じゃあ、はい。増えていく。じゃあ、中身をちょっと見ますね。リモート会議を調整するけど、そうですね。オンライン会議コンサルタントみたいになってくるとあれいけないかもしれないんですが、そうなんですよね。だからリモート会議だと、PC でできれば2画面とかでないと実は難しいところがありますね。書類の、共有とか、何が共有されてるかとか画面を。見る。イノベーションという言葉があまり出てこないっていうのは、イデオロギーを含んでるっていうふうには、別に意図してなかったです。イノベーションの研究に関して論文書いたことがありますので。ただイノベーションって最近は
制作用語風になっていて、何が何でもイノベーションを起こすっていうようなことが、で、イノベーションの捉え方が私からするとちょっと、えー薄いかなっていうふうに思ったりもしてますので、すけれど、別に今日イノベーションという言葉を避けたわけじゃなかったです。そうですね。4象限での違いはコストや利便性もありますが、モチベーションが大きいっていうふうに、何を選ぶかということが、すごく大事というか、パーソナルに、いろんな状況で、コミュニケーションの、手段を選べるというのが、この4象限の、ポイントであって、で、心理的な要素っていうのはもちろん、関係してますよね。ただ、この4象限が、技術が、新しく生まれた技術が何を可能にしたのかっていうこと。で、それが、簡単に非常に高速にできるようになると、どうなってきたかっていうようなことを考えるときに、その技術の部分のしてきたこと、あるいは、特徴ですね。別に歴史的にだけではなく、現在でもそのリモート、ローカル、同期非同期っていうふうに分けて考えると、そのツールの特性っていうのが、分けて、考えられるっていうのがポイントです。もちろんどれにしていくとか、どれに優先順位を置いていくっていうこと自体には心理的な要因っていうのが非常に大きく関わっていくと思います。ちょっとだんだん、やはり数が多いですね。この、ちょっと、リモート同期コミュニケーションに対する不慣れで顔を隠すんでしょうかっていうのがありますけど、これね、非常に面白いなって私も実は思っていまして、ある私たちのゼミに、別な大学の先生にコメンテーターに来ていただいたんですね、今年。したら、今年そういうのがすごいしやすかったんで、ゲストスピーカーの方とかね、呼びやすかったんですけれど、ここのゼミでは顔出しじゃなくていいんですねっていうふうに聞かれたんですよ。で、うちのゼミは発表者も最初だけ発表者は顔を出して、あとはもう発表者も顔を閉じて話を聞くっていうラジオっぽい感じのやり方になってるんですけれど、大学によってはゼミは全員顔出しで、発表もずっと顔出しで聞いてるっていう、要するにそこにいることですよね。このプレゼンスを非常に求める。遠隔であってもプレゼンスを強く求める場合に顔出しお願いっていうのをやってるようです。で、ただ私たちの授業なんかでは、もう音だけあればいいねってなったら顔なしでやってますので、この辺実は、多分、どうすれば一番最適でみんなが快適にできて、リモートである良さ、プレゼンス、今ここでのプレゼンスっていうのを下げることのできる技術というのを使っているメリットっていうのを使うためには、実はどこで聞いててもいいっていうぐらいの、気持ち。例えば学生がコロナで運動不足になったからランニングマシン乗りながら授業聞いてたら不謹慎だって怒るのか、いやいいんじゃないそれでと頭がちゃんと動いてんなっていうふうに考えるかとか、その辺もまだ社会は決まってないと思いますね。なので、このあたり、選択肢が非常にグラデーションが、あるので、何が、当たり前だとか、何が一番いいとかいうのがまだまだ決まってないので、これから、いろんな形が決まっていくかなと思います。そうですね。今、授業の話も結構多いですけれど、あと何分ぐらいあるかな。あと10分ぐらいはありますね。ちょっと、これからバレンタインデーもリモートになるんですか。このあたり私もすごい気になってまして、これから出会いがあるはずの若い人たちは、何と言って人に近づくのかなっていうのが私とっても気になってます。3密お願いしてよろしいですかみたいな感じになるのかなみたいな。いや、普通言ったらちょっといい加減にしてくださいっていうふうに、要するに断られる率の高さが上がってるわけなので、告白するとかすごい難しいんじゃないかなとは思ってますね。で、
でつまりこのリモート同期じゃなくて、ローカル同期のコストがむちゃむちゃ上がったので、ローカル同期の関係に持ち込むっていうのが非常にハードルが上がったとは感じてます。バレンタインデーも知ってる、先ほどの何でどうやって選ぶのかっていう、ちょっと待ってくださいね。選択基準は何かっていう話、さっき入れたと思うんですけれど、これね。で、相手との関係性っていうのがあるっていうふうに、この人も言ってたんですよね。でそれはどういうことかっていうと、もし信頼できる相手だったら、むしろリモートでもいい、メールでも済むっていう、こと、要するに一番安いコストのコミュニケーションで済ませることができるんだっていうね、信頼してる相手だったら、一言何々しといてね、お願いって済むかもしれない。でも、面識のない先生に、ある学会にご登壇いただくとかなったら、背景なんとかかんとかっていうのを一生懸命書いて、失礼のないようにお願いしなきゃいけない。で、それに、こう、同じメールを出すでも、メールを書く時間にかなりコストが違いますよね。そういうふうに、関係性によって、だからバレンタインでも、リモートで送れる相手はもしかしたらむちゃくちゃ仲のいい人かもしれないっていうことですよね。で、このニコニコ動画は疑似同期っていう話が面白いと思ったので調べてみたいと思いますという方ありましたけど、アーキテクチャの生態系っていう本を、読んでいただくとわかるかなと思います。そうですね。どれから答えるといいかな。大塚さんから何か、これっていうのありますか？チャット欄に来てる。チャット欄の方に来ているもので、ですね、双方向か一方向か、すいません。たくさん来ているので、今、選んでいただいたのを見ているんですけど、双方向か一方向かと同期か非同期かは同じでしょうかっていうのですが、これは違うんですね。で、この双方向か一方向かっていう話は、マクルーハン的なメディア論の時には重要なんですよね。もう、なんていうか、参加する度合いの少ない、メディアと、参加する余地のあるメディアっていうので、ホットとクールっていうのを分けたりしてたわけですので、その双方向か一方向かっていうのは別な、観点なんですね。同期か非同期か、例えば同じ同期でも、同期で見てても、普通のラジオ番組だったら、まあ、視聴者からの手紙とかを受け付けてたり、電話とか受け付けてたら、双方向性になるけど、単に聞いてるだけのニュースを聞いてるとかいう時に、一言言わせてもらうとかいうことないですよね。なので、同期だから双方向か一方向かっていうのは決まらないわけですので、独立ですね。これは別です。あと、のろしの例、ローカルとリモートの境界は、そうそう、のろしってどのくらいのローカルと考えるかですよね。例えばこの地域にいる、で、そこで雷が上がったっていうことが必要だっていうふうに考えれば、ローカル的なことと言えますよね。このローカルっていうのは、やっぱりその今ここにいる場所から確認できるとかいうことが、例えばだから、のろしが自分からは見えないけど、3人向こうの伝令からは、のろしが見えたらしいというのがこう伝わってきたとしたら、それはリモートですけど、自分が見えてる範囲だったら遠くても私の今いる世界の中で起こっていることなので、距離が遠くても、ローカルなコミュニケーションになることはありえます。例えば山から山行ってこだまで「おーい」って言ったら「おーい」って遠くの山から呼んだとしたら、それはやっぱりローカル同期ですよね。この山のある地域で声を出したら向こうの人が多いって答えてくれたと。いくら遠くても、一応その時のローカルの地域のは広いですけれども、同じ今ここでやってるコミュニケーションですので、これはやっぱりローカルと考えるんですね。そういう意味ではローカルリモートって普通の言葉で言う時の、小さな範囲と、山の向こうだったら遠いじゃないかと思うっていうのとはちょっと違いますね。確かに言葉の使い方、そこは少し違うかと。はい。そうなんですね。で、あとはどのように選ぶかっていうのを先ほどちょっと前向きにお話をしましたけれども、やれって言われるっていうことでの苦痛っていうのもいろいろ出てくると思います。
もう例えばリモートでできてたことを、コロナが終わったんだから出社しろと言われて、いや、リモートのままできますよね、やらせてくださいって言った時に、やらせてくれる会社とやらせてくれない会社と、何言ってんだお前な、ちゃんと来いっていう風になる場合とあると思います。あるいは、大学の教員であれば、非同期、リモートの学生もケアできますよねと。じゃあ、教室で授業するときもいつもリモートの学生ケアしてくださいねっていうふうになると、実は非常に大変になりますよね。人によっては簡単にこういうテクノロジーを使いこなして、リモートの学生どうしてるかなみたいなのを、割と苦もなくやれる人もいれば、そこにいる学生に集中している途中にリモートの学生のためにチャットを開いてどうのとかいうのが非常に大変だっていう先生もいると思うんですよね。そういう時にもう一律にその先生たちの能力とか思考性とかを無視して全員ハイブリッドで授業しなさいとか言ったら、これまたちょっと権力上からの圧力、先生たちが労働者としてのそんなことまでできないっていうふうになる人だっていると思う。だから確かにどんなコミュニケーションを取るかが権力の表れになるかなと思います。大学に行きたくても行けない大学生もいれば、出社せざるを得ない会社員がいるとかいうようなこと。だからこうリモートの可能性が広がったら、リモートも同期もリモートもローカルもちゃんと面倒見ろよみたいに言われて困る人も出てくるというね、そういう面なんかももちろんあると思います。あと質問ですが、これはどちらから来た方かな。大学では出席点を評価に加えなくなって久しいですが、いよいよコロナ禍でそこにいること、つまり遅刻しないこと、起きていること。確かにね、プレゼントしてるっていうのは、寝てたらどっかに行ってるかもしれないですね。を評価することに限界が来ましたと。先生はご専門の立場からリモート授業時代の成績評価はどうなっていくとお考えですかっていうことですね。この、その場に来ているということの重要性はやっぱり下がっていかざるを得ないと思いますね。ただリモートの授業やってて、こんな時代に学生でなくてよかったなと思ったりすることもあるんですね。それが例えば授業に誰が来てたか、何分から何分接続してたかとかいうのは残ってしまいますので、例えばなんか、意見を言った人は誰かとかも一覧で残りますし、オンラインのツールを使ってやってしまえばね、そういうことはあるので、逆に非常にデータがたくさん残るので、単に出席してたかしてないかしか、見ることができなかったわけですよね。その場にちゃんと来てるかどうかしか見られなかったんだけど、ちゃんと参加してるのかとか、いろんな形で調べたりもできるようになってしまって、どうなんですかね。やりすぎはいけないなっていうなんか印象ですけれど、上手に、要するにさっきの、運動不足だから、ランニングマシン乗りながら授業を聞いててもいいじゃないかぐらいに考えて、ちゃんと知的にその言ってることを理解して、それに対するレスポンスさえしてくれれば、どこにいて何しててもいいよっていうふうに思える方が素敵かなとは思います。はい。はい。もうでも時間になってしまいました。はい。たくさんの、書き込み、質問ありがとうございました。後でまたゆっくり読んで、ちょうど2回ありますので、もし、少し、フィードバックすべきと思ったようなものがありましたら、来週かな、来週でしたかね、の冒頭でもしかしたら、フィードバックできたら、するかもしれません。はい。それでは、今日、1時間にわたり、貴重な同期の時間を割いていただきまして、ありがとうございました。それでは今日の講義はここで終わりにしたいと思います。